日本史。徳川広子とその後。徳川広子は16歳で、5年ぶりにイギリス留学から帰国した徳川宗家の16代当主、徳川家達に嫁いだ。徳川広子とその後を詳しく見ていこう。徳川広子は1867年、慶応3年9月。近衛忠房の長女として京都に生まれたが、翌月には徳川慶喜が大政を奉還して、徳川の世が終わっている。近衛家は五摂家の筆頭で、人心で最も天皇に近い地位にある家とされるが、広子は京都で公家風に優雅に育てられる。後に首相となった近衛文麿は広子の甥にあたる。一方の家達は慶喜が隠居すると、4歳で徳川宗家の家督を継ぎ、養母でもある天璋院と共に徳川家の千駄ヶ谷邸に移り住んだ。家達は14歳になるとイギリスに留学。イギリスの指導者を育てる唯一の名門男子校、イートンカレッジで5年間学んだ。さらに家達はオックスフォード大学への進学を希望していたが、天璋院に日本へ呼び戻される。天璋院はすでに広子に、千駄ヶ谷邸で武家式のしつけを教え、婚礼準備を整えていた。1882年、明治15年、家達が帰国すると、すぐに広子との婚儀が千駄ヶ谷の徳川邸で執り行われた。天璋院は広子を武家風に厳しく教育したと言われるが、広子は立派に武家の御台所の役目を果たしている。徳川宗家17代目の家政をはじめ、一男三女を出産して育てたほか、慶喜の八女国子ら5人の娘たちを引き取り、後に女子学習院となる麹町の華族女学校へ通わせながら、我が子のように立派に育て上げている。息子の家政の嫁は天璋院の遺言で、島津家から直子が嫁ぐが、姫君としておっとりと育てられた直子に代わり、広子は孫たちの面倒もよく見たという。家達邸には天璋院の他に13代、14代将軍の生母も同居していたが、彼女らを広子はこまめに面倒を見て看取っている。夫の家達は貴族院議長を30年以上務めるなど多忙であったが、家達の秘書だと自ら周囲に語っていたように広子は家達の秘書役も見事にこなしている。広子は晩年、日本赤十字社の特使看護婦人会会長として活躍しているが、1944年、昭和19年3月、光順皇太后も出席された総会に、寒い中、参加して風邪から尿毒症を併発して76歳で逝去した。徳川幕府の終焉とともに生まれ、大日本帝国の終焉とともに生涯を閉じた徳川広子は、まさに激動の時代を生き抜いた日本を代表する女性であった。